皆さんは日本猫と聞いてピンとくるでしょうか。猫は日本も海外も変わらないと思っている方もいらっしゃるでしょうが、実は日本特有の猫を日本猫と呼び、世界でも注目されている猫なのです。今回はそんな日本猫について解説していきます。日本猫とは、日本猫は日本特有の病種のことです。日本で最も飼われている病種であり、私たちが普段よく外でも目にしている病種です。ただし元来純血の日本猫というものはありません。その理由は、第二次世界大戦後にシャムやアメリカンショートヘアなどの洋猫が大量に日本に持ち込まれ、ネズミを取るために猫の放し飼いが当たり前だった日本では、洋猫も同じように飼われたため、日本猫と洋猫の交配が繰り返されました。つまり今私たちが見かける日本猫と呼ばれる猫たちは、厳密には日本猫の血を受け継いだ雑種なのです。そのため現在の日本猫という言葉には、日本古来の猫と外来猫との根血種を含む日本に生息している全ての猫の2つの意味があり、これを総称して和猫という場合もあります。皆さんは和猫という呼び方に聞きなじみはありますか？なんだか和牛のようだと思った方はグッドボタンをお願いいたします。日本猫の特徴。日本猫の特徴として、顔はやや丸く、頬が張り、目もまん丸、鼻筋が通っており、中くらいの体格、短毛種、太い四肢が特徴です。実はこれらの特徴はヨーロッパやアメリカの猫にはあまり見られず、海外の人が見ると、もしかしたら初見でそれを猫だと判断できないほど独特なんだそうです。尻尾。世界で尻尾が短い猫は和猫というイメージが浸透しているようです。昔フランスが初めて和猫を輸入した際には、その短い尻尾からこの猫は虐待を受けて尻尾を切られてしまったんだと勘違いした人も多かったそうです。和猫独特の短いポンポンとした尻尾が珍しいため、1960年代にアメリカで和猫の繁殖が行われ、ジャパニーズボブテールという病種として認められました。世界でも和猫が注目されていることがわかりますね。ちなみにジャパニーズボブテールという血統の猫をお迎えしようと思った場合、日本にブリーダーは見当たりませんでした。なんだか不思議な気持ちですね。このように尻尾の短い日本猫が注目されていますが、尻尾の長い日本猫もいます。日本猫の尻尾の形は主に3種類あり、住んでいる地域によっても特色があるようです。尻尾の短い猫は江戸時代に多かったようです。その理由は、当時尻尾の長い猫は年を重ねると猫又という妖怪になってしまう伝説から恐れられていました。また尻尾の長い猫は尻尾に火鉢の火が移り火事が起こったことや、長い尻尾が蛇を連想させるからなどの理由により、尻尾の短い猫を意識的に繁殖させていたそうです。しかし都市伝説は時代とともに風化し、短い尻尾の猫を好む傾向は薄れていき、長い尻尾の日本猫も短い尻尾の猫と同じように暮らせるようになりました。短い尻尾、長い尻尾と別に、尻尾の先が鍵のように曲がった鍵尻尾という尻尾を持つ日本猫もいます。その曲がった尻尾は幸運を引っ掛けるという意味で、縁起が良いと言われています。実は長崎県にいる猫は8割が鍵尻尾で、他の地域より多いそうです。その理由は、もともと東南アジアに多くいた鍵尻尾の猫が、江戸時代の鎖国中に唯一貿易をしていた長崎に持ち込まれ増えたという説が有力だそうです。一説には、尻尾は東へ行くほど細長く、西へ行くほど短く折れ曲がっているとも言われています。京都や滋賀以外の関西では短い尻尾の猫も多いようです。毛色。日本猫は毛色の種類の多さが魅力です。その中でも代表的な毛色を紹介します。日本猫の代表的な毛色として、黒猫、
虎猫、白猫、サビ猫、ブチ猫、三毛猫があります。白猫、黒猫は単色の白または黒色の猫です。虎猫とは縞模様が入った猫のことで、キジトラ、茶トラ、サバトラに分かれています。キジトラはブラウンの地色にブラックの縞模様が入った猫のことで、保護色のため身を隠すのに適しています。茶トラはオレンジがかった明るいレッドの地色にやや暗いレッドの縞模様が入っているのが特徴で、キジトラの突然変異により現在の茶トラ柄が生まれたという説があります。サバトラはグレーがかったシルバーの毛色にブラックの縞模様が入った猫で、いろいろな病種の遺伝子が組み込まれたことで、もともと野生的な性格だったのが穏やかな性格に変化したと言われています。サビ猫はブラックとレッドの毛がモザイクのように入り混じった猫のことです。ブラックとレッドの割合や色の混じり方には個体差があり、見る人の目を楽しませ芸術作品のようです。日光に当たると鮮やかなべっ甲色に見えることからべっ甲と呼ぶこともあります。サビ猫は地味な見た目をしていますが、性格も見た目を反映してか臆病で物静かです。あまり自己主張することはなく、静かに佇んでいることが多い猫です。ブチ猫は一般的にホワイトの毛とブラックの毛の2つの毛色を持つ猫のことです。ホワイトの毛の量が多い猫は白黒、ブラックの毛の量が多い猫は黒白と呼ばれることがあります。ブチ猫は日本猫を代表する毛色の組み合わせです。三毛猫はブラック、レッド、ホワイトの3つの毛色を持つ猫のことです。それぞれの毛色の割合には個体差があり、3色が均等に入った猫を見かける一方で、大部分が白い毛でブラックとレッドは頭や尾のあたりに少し確認できるだけという、限りなく白猫に近い見た目の三毛猫も存在します。三毛猫はどことなく素朴で温かみを感じさせることから、縁側で寝そべる姿やこたつで丸くなって寝る姿など、絵に描かれたりイラストに登場することが多い毛色です。世界と比べて日本の独特な文化の発展と日本猫の毛色の進化が似ていると思った方はグッドボタン。あなたは日本猫のどんな柄が好みですか？ぜひコメントで教えてください。日本の野良猫。海外から日本猫が注目される理由はまだまだあります。海外の野良猫は痩せ細って汚れていて毛並みが悪く、いかにも不健康な見た目をしているそうです。しかし日本の野良猫は毛艶が良く、適度に肉付きの良い体をしています。理由として、日本の街は清潔できれいに保たれていることや、地域猫といってその地域全体で猫をお世話していることが挙げられます。そんな日本の野良猫を見て海外の人は驚き、持って帰りたいほど可愛いと思ってしまうようです。日本の猫カフェ。日本では猫との触れ合いを重視した猫カフェが多くあります。ニューヨークやロンドンといった世界の大都市にも猫カフェはあるようですが、300店舗以上ある日本に比べると格段に少ないようです。フランス・パリにクラウドファンティングにて初の猫カフェが誕生した際は喜ぶ声があった一方で、動物愛護や衛生面の観点から反対意見も多く上がり、保護団体からは猫がオブジェになっているとして抗議の署名も集まったそうです。さまざまな反対意見がありつつ、いくつかの猫カフェは政府機関による定期的なチェックを受けながら今も営業を続けているそうです。ちなみに日本の猫カフェは猫がメインですが、フランスの猫カフェは主に食事がメインで、普通のカフェの空間に猫がいる店というコンセプトのお店が多いようです。普段私たちは当たり前のように生活していますが、世界から見ると和猫や洋猫、野良猫の違い、猫カフェの違いなど、猫一つとっても日本という国はすごく特徴的で興味深い国のようです。今回は日本猫についてお話しさせていただきました。初めて知ったという方はグッドボタンお願いします。気になった雑学についてなどのコメントもお待ちしております。こちらのチャンネルでは今回のような猫の雑学、病種の歴史や特徴についての解説動画を配信していきます。
もっと猫について知りたいと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。